メカ、チャット GPT の答えを信じて3週間も入院した人がいるって本本当だ。去年医学の専門誌に症例として報告されている。しかも世界的な大企業も答えをそのまま政府に納品してお金を返す羽目になった。どっちも入力ミスじゃなくて出てきた答えの方で事故ってるんだ。そう、事故は何を入力したかより答えをどう受け取ったかで起きる。今日は危ない受け取り方を5つ、直し方まで渡す。5つ目は先月始まったばかりの話だ。最後まで見れば答えのどこを見ればいいかわかるよ。言ってみよう。その1、答えをそのまま信じる。結論から言う。 AI は間違いを堂々と自信満々に言う。これはハルシネーションと呼ばれる現象だ。嘘をわざとじゃなくて育ち方のせいなの。オープン AI 自身が論文で説明している。 AI の訓練やテストは分かりませんと答えるよりそれっぽく推測した方が点が高くなる仕組みだった。テストで空欄にするより鉛筆を転がしてでも埋めた方が点になるみたいなこと。そういうことだ。実際 AI の捏造した判例や引用が裁判の書類に紛れ込んだ事故は世界で確認されただけで1700件を超えている。プロの弁護士さんでも引っかかってるんだ。直し方はシンプルだ。大事な答えにはその出典の URL を出してと返す。出てきたリンクを1回自分で開く。焼けないページならその答えは疑っていい。その2、そのまま提出する。冒頭の大企業の話をしよう。2025年世界4大会計事務所の一つデロイトがオーストラリア政府に納めた報告書で事故を起こした。中身に存在しない論文の引用や裁判官の発言の捏造が見つかった。指摘したのは大学の研究者。結局 AI の利用を認めて日本円で1000万円余りを返金した。世界トップのプロ集団でも確認を省くとそうなっちゃうんだ。ここで大事なのは責任の場所だ。例えば日本の文化庁は AI が作ったものが著作権を侵害したら責任を問われるのは使った人だと明確にしている。 AI のせいにはできない。押した人の責任か。仕事の資料だけじゃなくて SNS に貼るのも同じだよね。送信ボタン1個なのに重い。直し方。公開する前に事実として書いた箇所を全部列挙してと逆に聞く。列挙された事実だけ自分の手で確認する。全部が無理でも名前と数字と引用の3つだけは確認だ。その3、人生の判断まで任せる。それで最初の入院の話、あの人は一体何があったの？アメリカで60歳の男性が食事の塩を減らしたいと AI に相談した。そこで上がった塩の代わりになるという物質を買って3ヶ月間食塩の代わりに食べ続けたんだ。その物質は本来食べ物に使うものじゃなかった。幻覚や妄想の症状が出て救急搬送。19世紀に流行した中毒症と診断されて3週間入院した。怖すぎる。でもなんで AI はそんな危ない答えを出しちゃうの？ポイントは AI は聞き返さないことだ。お医者さんならなぜ塩を減らしたいのか、料理の話なのか、持病はあるか、必ず確認してから答える。AI はその確認を飛ばしてもそれっぽい答えを出せてしまう。一般論としては正しくてもあなたの状況では危険という穴が残るんだ。ちなみにこの事件、その人の会話の記録は公開されてるの？本人のログは公開されていない。ただ医師のチームが同じ質問を再現しても健康への警告や聞き返しは出なかった。当時の AI は今より古い世代。ここは正直に言っておく。直し方。健康とお金の答えには専門家に確認すべき点はと一言足す。 AI は判断材料まで、最後の判断は人間の専門家に任せることだ。その4、一つのチャットで続けすぎる。これ私かも。調べ物も雑談もずーっと同じチャットに話しかけてる。実はそれ答えの質を自分で下げている。2025年にチャット GPT もジェミニも含む18種類の最新 AI で実験した研究がある。名前は
コンテキストロット、文脈が腐るという意味だ。会話が長くなるほどどの AI も精度が下がった。全部の AI で賢いのに、なんで長いとダメになるの？机に例えると分かりやすい。書類が積み上がった机ほど目の前の1枚に集中できない。長い会話の真ん中は見落とされやすいし、昔の似た話題が今の質問の邪魔をするんだ。私の部屋の机と一緒だ。お片付け大事。直し方。話題が変わったら新しいチャットを開く。引き継ぎたい結論だけを新しいチャットの1行目に貼る。これだけで答えの質が安定する。その後、おすすめを真に受ける。最後は今ねしまったばかりの一番新しい落とし穴だ。今年の6月から日本のチャット GPT にも広告が入り始めた。待って、じゃあ AI のおすすめだと思ったら広告かもしれないの。広告は無料プランなどが対象で、会話の下にスポンサーの表示付きで出るルールだ。答えの中身は広告で変わらないと説明されている。ただ見た目は会話に自然に馴染む。 AI が選んでくれたって思い込んじゃいそう。スポンサーの表示を見落とすと AI が中立に選んだと思い込んだまま比較せずにお金を払うことになる。ここが一番新しい事故の入り口だ。直し方。おすすめが出たらスポンサーの表示があるかを見る癖をつける。買い物や契約みたいにお金が動く話は AI の外でも一回比較して確かめることだ。よし、スポンサー表示チェック、今日からやる。まとめよう。5つに共通するのは答えを受け取った後のほんのひと手間だ。全部は無理でも今日の持ち帰りは一つでいい。次に AI に大事なことを聞いたらその出典の URL を出してと返して1回だけ自分で開く。今日の入院も返金もこのひと手間の手前で起きていた。入力だけじゃなくて受け取り方。私も今日から出典開く係になる。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。聞きたいことはコメントで待ってるよ。メリノちゃんでした。